こんにちは、ニコトです。キッズソファーを作っていきます。材料の紹介です。座る部分に敷く板、このままの大きさでホームセンターで購入できます。フレーム用の木材各種、60センチ ×45 センチの板1枚からすべてカット可能です。木ダボ約40本、丸棒直径9ミリのものを2本。加工をしていきます。ガイドを使い、まっすぐに穴を開けます。今回はネジや釘は使わず、木ダボというものを使って木と木をつなぎ合わせます。ネジなどの金属部品が外に出ないので、とても綺麗な仕上がりになります。開けた穴にマーキング用のポンチを取り付け、ポンチをグッと押し付けると、接合部の中心に跡がつきます。このまま穴を開けてもいいのですが、貫通してしまうのが怖いので、パイプを使ってストッパーを作成します。位置をマークしたら、オルファのホビーノコでカットします。丸棒を取り付けるための9ミリの穴を開けます。こちらは市販のストッパーを持っていたため使用しています。穴開けが終わったらヤスリで磨きます。角は丸く、表面は滑らかにしましょう。ミニカンナがあると角を丸くするのが楽です。角は丸く、表面はツルツルになりました。丸棒もホビーノコでカットし、ヤスリで磨きます。この後、塗装をしていきます。ブライワックスを使用します。蜜蝋がベースのワックスです。着色、艶出しができます。布にワックスをつけて塗っていきます。手につくと落ちづらいので手袋をしましょう。木目に沿って全体に塗ります。塗り終えたら少しだけ乾燥させます。次にブラッシングです。たわしでこすっていきます。こすることで色が木材に定着し、ツヤが出てきます。左が磨く前、右が磨いた後です。ツヤが出て綺麗になりました。ひたすらたわしでこすった後は、ひたすら布で磨きます。とても綺麗な仕上がりになり、手触りもいいブライワックスですが、どれだけ磨いても多少色移りするというデメリットもあります。また、水に弱い、価格が高いというのもデメリットです。オイルステインとニスを使う方法もおすすめです。布にほとんど色がつかなくなったら終了します。磨きが終わったら、いよいよ組み立てていきます。まずは丸棒を取り付けます。ダボ穴にボンドを入れてからダボを差し込みます。入らないところはハンマーで叩きます。反対側にもボンドを入れてつなげたらダボ継ぎの完了です。手で押しても入らない箇所は当て木の上からハンマーで叩きます。すべてのパーツをつなげていきます。いよいよフレームの完成です。座面の板は接着せずはめてあるだけです。このままベンチとしても使えます。次にクッションを作っていきます。固めの綿のシートをクッションの形にカッターでカットします。簡単な形のクッションですが、失敗すると皮がもったいないので、一応紙で模型を作って寸法が合っているか確認します。牛側をカットします。
オルファロータリーカッター、別立ちというナイフも使用します。革包丁という専門の道具も売っていますが、この別立ちで十分カットできます。座る部分、背もたれ部分の2枚のカットが終わりました。次に糸を通すための穴を開けていきます。すべての穴を開け終わったら、手縫いで縫い合わせていきます。綿を入れられるようにファスナーを取り付けます。縫い付けが終わったら綿を入れて座る部分のクッションの完成です。背中側のクッションも同様に作成します。ようやくすべてのパーツが完成しました。ご覧ください。1人ではもちろん、2人でも、小さい子たちなら3人でも座ることができます。この動画が面白かった方、ぜひチャンネル登録をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。みことでした。